しかし。この道はきつい。上がらない。20キロ。20キロ切ってます。山岳道路で高野山に登り、高野龍神スカイラインを走行して、ごま山スカイタワーへ行きました。660cc1.3 トンの軽キャンの実力を忖度なしでお見せします。軽キャンの購入を検討されている方は必見です。高野山に向かいますが、まず大阪ですね。大阪の君峠を越えていきます。君峠の下のトンネルに入ります。長さが約2キロですね。橋本に出ました。橋本から高野山に登り、高野龍神スカイラインを通って紀伊田辺に抜ける道は関西では有数の山岳道路です。高速の合流うまく乗れるでしょうか。スムーズに合流できました。高速合流です。高野龍神スカイラインは 1300 メートルの高所を走り、その周辺の道路は県路で知られています。軽キャンの実力をテストするのには最高の場所だと思いました。途中スカイラインからそれて野瀬川村のパテリ工事に行く道は軽キャンの走りを実証する最高の場所でした。さあ、これからちょっとハッピーワンのエンジンが試される坂ですね。かなり急勾配です。結構急ですよここ。でもなんとか50キロはキープしてますね。こんな坂まだまだ序の口です。うわすごい立教が見えますね。こんな坂がずっと続いたらエンジン持つかどうかちょっと心配ですね。これから先エンジンには負担がかかって本当に心配になりますから、本格的な山岳道路はこれからです。はい、来ました。ここ右ですね。左行くと橋本の方に下れるんですけどね、昔は左側の道やったんですよ。で八立茶屋さん、この正面に八立茶屋、これね焼き餅で有名なんですよ。昔はここから先有料道路だったんですよ。現在は国道480号線。いよいよここから本格的な山岳道路です。ヘアピンカーブと急登が連続していきます。しかし大型バスも通るので比較的道は広いですね。しかし観光シーズンはバスが連なって渋滞を起こしていますね。ここが最後の売店です。ここから先は山頂に着くまでお店は一軒もありません。さあここから本格的なテストの開始です。頑張れハッピーワンシティ。傾斜のきつい坂道も厳しいですが、それよりもヘアピンカーブが結構応えるんですよね。急カーブが続くと車体が振られて運転がしにくいんですよね。図体の大きな車のデメリットでしょうね。特にキャンピングカーの中でもキャブコンタイプは頭でっかちですから、カーブの時にどうしても主軸がぶれやすいですね。カーブのごとにスピードを制御するので勢いをつけて走り抜けることができないんです。車体も重たいですし、さらに軽キャンはエンジンが小さいですから、急勾配にヘアピンカーブが続くともう泣きっ面に蜂です。でも今走ってる道路であれば30キロ以上のスピードは維持できました。問題は高野山から先の道路です。登り始めた時の気温と高野山に着いた時の気温が全く違うので驚きますよ。かなり上に上がってきましたね。もうそろそろ高野山の入り口大門です。本当に高野山って山の上っていうことはよくお分かりになるでしょう。結構大きな町がありますからね。ほとんどお寺なんですけど、お寺の関係なんですけどね。来ました。この左側が大門なんです。これは昨年の夏に撮影した大門です。高野山が美しい山岳宗教都市であることを知ってもらうことと、高野山が本当に山の上にあることを知ってもらうためにこの映像を流しています。
世界遺産の参詣道長石道はこの門につながっています。高野山の入り口です。大門から見える眺望です。高野山は本当に山の上にあるんですよ。それでは高野山の町の中に入っていきます。今日は高野山の奥の院からさらに山の奥に入っていきます。奥の院から紀伊田辺の龍神温泉まで高野龍神スカイラインと呼ばれる山岳道路が走っています。高野龍神スカイラインの最高地点にある道の駅、ごま山スカイタワーまで走ります。その途中、関西有数のパワースポット、立入高神に寄ります。そこには私が知っている限りでは最高クラスの急登の山道があります。そこでハッピーワンの走りを検証します。本当にガチな検証をします。さあ、どんな走りになるでしょうか。また途中野生動物に出会ったり、暴風並みの悪天候に見舞われたり、濃霧で視界を奪われた山岳道路を走ることになります。せっかく高野山まで上がってきたのですから、少しだけでも高野山の美しい風景を映しますね。今映っているのが高野山の中心部です。壇上伽藍や高野山真言宗の大本山、金剛無寺のある場所です。金剛無寺は草原な佇まいをしています。機会があれば一度は訪れてみてください。それでは奥の院に向かいます。奥の院の前にある駐車場です。この奥に高野山最大の聖域奥の院があります。スカイラインはこちらの前から入っていきます。スカイラインの方に入ってきました。標高が高いんでね、雲の中に入ってきたんでしょうか。わあ、左側絶壁ですね。動物飛び出し注意いるでしょうが、誰か歩いてはりますよ。これどこ行くんでしょうか。登山客ですね。外人さんやったですわ。荒高神、左側荒高神。呼び方を間違っています。荒高神ではなく高神です。失礼しました。高神様の参道は私が知る限り最大級の上り坂です。景観の走行を検証するにはうってつきだと思いました。この付近は標高が 1000 メートルぐらいあり、近畿の屋根と呼ばれています。この野瀬川村は奈良県の天空の村と呼ばれています。野瀬川村のメインストリートですよ。この辺がガソリンスタンドもあります。右側に村がつくあるんですね。駐在もあります。村役は駐在ガソリンスタンドの紛れもなしに、村のメインストリートですね。民宿もありますね。西田さん宿泊施設もある。こちらは学校ですね。これはもう廃校みたいですね。やってないですね、小学校。いや、どうかな。廃校にいたら怒られるかな。ここを施設ですね。さあ、すごいとこですよ。いよいよ高神様の参道に入りました。ここから一気に急登になります。ここからは軽キャンの走行性能を肌で感じてもらいたいと思います。なのでここから頂上まではあえてできるだけカットせずにお届けしたいと思います。約3分間ですが、軽キャンの性能がリアルに伝わってきます。さすがにこの道はきつい。上がらない。20キロ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 切ってます。セカンドやりました。やっぱりセカンドやらないですね。
セカンドで言うと30だったですね。一番落としました。ローギアです。ローギアで20。セカンドで20。さすがきついですね。乗用車だったらスッと上がるでしょう。これがやっぱり軽トラの限界でしょうか。爆音は立てていますが、なんとか20キロはキープして上がっています。後続車も来てないですから、ゆっくり上がりましょうかね。無理していくことはないですね。660cc の軽トラベースですから、乗用車のようにスイスイ走ることはできないです。来ました。着きましたね。駐車場です。しかし最大の試練がこの後待っていました。この付近、強烈な急勾配です。着きました。10キロですね。時速がなんと10キロまで減速しました。最後のひと踏ん張りでようやく到着しました。売店市もたくさん開いてるんですけど、さすがに今日はもう開いてるのは1軒だけですね。着きました。立入神社駐車場です。はい、着きました。荒小路さん着きました。こちらですね。あらかじめようやく霧は晴れてる、来てるみたいです。この奥が皇神様です。非常に力があります。ご神域ですんで、もうここで切ります。立入皇神からの景色は圧巻でした。大峰の山々が見渡せました。高野龍神スカイラインに戻ります。この後、野生動物に遭遇したり、暴風並みの悪天候に見舞われたり、濃霧で前が見えない山岳道路を走ります。スカイラインに戻りました。景色が周りもすごいですね。また誰かいてますね。風呂敷がある。これも外人さんですね。これルートがありますね。どうも道の駅かな。道の駅っていうかあれですね。お食事どころなんかありますね。ちょっと寄ってみましょうかね。山の中に急に綺麗な建物が現れました。まるでアンデルセン童話のようですね。この山の中にレストランや喫茶店はちょっと考えられませんし、野瀬川村の観光案内所でした。飲食店も兼ねていました。野瀬川村のパンフレットいただきました。隣接して鶴姫公園があります。案内板も立っていました。ちょうど尾根の上を走っていますね。ここなんか完全に尾根の上です。右も左も崖ですね。すごいとこ走ってますね。これはすごい。うわー、左行けばホテル野瀬川。キャンプ場までやってるんですかね。花園あじさい園、花園村っていうのはでもね、もうないはずですね。葛城町に変わったはずですよ。すごいな。
標高 1000m。ああ、やっぱりもう閉まってるんですかね。それとも今日は休業なんでしょうか。冬季閉鎖になっていますが、トイレはあれ、トイレですか。結局トイレも閉まってますね。はい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 。荒れた感じはないので、ひょっとしたら月曜日やから閉まってるかわからんですね。土日ぐらいは開けてるかわからんですね。市町村合併でですね、葛城市ですかね、葛城市やったんですかね、合併しました。なんか和紙かなんか飛んでましたね。高かすごいですね。すごい今の見えました。鷹ですかね。すごいですね。見てでしょうね。あれですね。なんかこの辺りはね、長野県とかあの辺りのですね、森林地帯を走っているようですね。うわー、いい感じやな。これはもうほんま山岳道路ですね。これぞまさしく山岳道路。急に霧が深くなってきました。これはすごいな、霧が。霧が出てきましたね。霧というか雲ですね。すごいな。これはもう霧視界50mですね。ゆっくり行きましょう。後ろに車来てますね。突然目の前に目的の道の駅が現れました。道の駅ごま山スカイタワーです。この道の駅で標高 1320m ぐらいだったと思います。ここからごま段山の山頂まで歩いて15分ぐらいで行きます。着きました。道の駅真っ白ですね。真っ白、すごいですよ。ですね、こちらは道の駅。今日は平日で天候も悪いので駐車は少ないですね。スカイラインが開通した当時はもう人気の道の駅だったんですけどね。土日なんて駐車できないぐらい人が集まってきていました。有料ですけどスカイタワーに登ることができるんですよ。まあこの霧ですから今日は何も見えないでしょうかね。この中に売店もあります。ちょっと覗いてみましょうかね。建物の中はこじんまりとしていますが、お土産物になりそうな商品がたくさん置いてありました。土曜日曜日は結構大勢の人が訪れるのではないでしょうか。ちなみにスカイタワーの料金は300円です。テレビの朝のニュース番組でここからの景色が映っていた時もありましたね。さすが和歌山、梅干しがたくさん売ってありました。久しぶりに訪れましたが寂れていなくてほっとしましたね。2階にも上がれます。確か2階は食堂だったと思うんですが、残念ながら食堂はもうなくなっていました。今は図書室として開放されているようです。今日は霧で外は全く見えませんけど、晴れていれば景色がいいのじゃないでしょうかね。5番の山まで来ました。
5番の山じゃない、5馬山ですね。5馬山まで、来ました。でも快適やったですね。ハッピーワンス。ここ高さが1300メートルあります。ね、かなり登ってきてます。下の橋本からやったら、まあそれこそ1000メートルぐらい登ってるでしょうね。でも海中に走ってきましたからね。急登もありましたけど、問題はあるとは思いませんでしたですね。十分行きますね。では今から、また大阪の方に戻ります。戻り始めると同時に天候が急激に悪化していきます。いきなり土砂降りです。雨降ってきましたね。完全に雲の中入ってきますね。雨雲の中ですね。今日の総括ですが、山岳道路十分走れました。ただ荒神様の急登で武蔵川村に行く急登が何度ぐらいあるでしょうかね。さすがあれは40キロ50キロというようなスピードじゃ登れないですね。助走をつけて一気に走るやったらあれですけど、曲がりくねってますんでね、無理ですね。20キロ切りましたね。でもそれでも走れますからね。通常の道路でね、あんな急勾配の道は多分ないでしょうから、このテストもね挑戦して合格ということでいいんじゃないですか。なんせ660ねで 1.3 トンの体重ですから、よく頑張ってますよこの車、ね、褒めてあげましょうということで、うわしか見ました？シカちゃん、バンビちゃんかわいいでちゅな。大門に戻ってきました。すごい霧ですね。高野山まで降りましたが、霧がますます深くなります。あとはもう帰るだけです。それではまた次回お会いしましょうね。安全運転で帰ります。この後かなり強い風も吹き始めますが、無事に帰ることができました。ケーキャンのハッピーワンですが、今日の動画を見てもらえばわかるように、急な上り坂は弱いです。でも私は勝って失敗しただなんて微塵も感じていません。上り坂の走行性能は落ちますが、一般道は普通に走れます。それ以外に小回りや使い勝手、居住性、価格と維持費においても優れた面があります。今回の実証で車の限界を知ったことで、逆に計画が立てやすくなりました。今日の結果を見ても私は勝ってよかったと感じています。次はいよいよ長距離走行に挑戦しますよ。この動画投稿の翌日から大阪から下道で東北へ向かいます。72時間でどこまで走れるかを検証してみますね。この冒険に興味を持っていただけるなら、ぜひともチャンネル登録、いいねボタン、コメントをよろしくお願いします。なお、1週間ほど旅に出ていますので、次回の投稿は7月4日を予定しております。